バーケンです。私の父はかつて住宅地でツキノワグマを飼っていました。当時の写真です。この話をすると私は嘘つきだと思われるのであまりこの話はしませんが、そんな父は鳥を飼うのも大好き。田んぼの真ん中に大きな塀を作り、ダチョウやエミューを飼育していました。また時にはカルガモ農法にも挑戦したこともありました。本人は楽しいですが周りは迷惑。子供の頃から私は父が嫌いでした。子供の相手などせず自分勝手な人でした。私が子供の頃、父は自分の趣味にだけお金を使ったり、所有する必要がない家や土地を買い、そのため母も私も常に飢えていてボロい服を着て過ごしていました。父は買うのは好きですが、買った後のメンテナンスをしないので土地があちこちで汚れています。さて、新潟県の汚れた土地の紹介。私は石川県に住んでいるので自分で片付けることができません。ビニールハウスの残骸と電信柱の残骸、瓦礫、他にも焼却炉もありました。もともと畑だった場所、木が生えっぱなし。今はお金をかけて整備したのできれいになっています。今思えば自分でできる内容だったのでお金を払ったのは痛手でしたが、スピードが求められる場面でした。田んぼの上に大量の盛り土。昔この場所で河川工事があり、土砂の仮置き場だったのですが、仮置き場の土、父が後で使うから置いておいてと言ったようです。父はこの土を使わないまま死んでいきました。撤去費用莫大です。もともと田んぼなので田んぼに戻さないと手放せません。土がこんもり置かれた土地を誰が引き受けてくれますか？ある日のゴミ拾いの画像。親切な親戚の方が動いてくれています。ちょっと離れた場所に広大な敷地と倉庫。この倉庫だけでも壊さないとならない気がしています。業者に頼むと50万円とか軽く言ってくるのは予想されるので自分で壊したいところですが、今はそれほど人に迷惑がかかる場所ではないので他の場所の片付けを優先しています。まだまだ問題箇所がありますが、想像尽くしてしまったら最後自分の体と頭脳を信じて問題を解決していきます。ではまた。